こんにちは、斉藤直樹です。今日のテーマはこれ。上達しない人はこんな人です。絵が上手くなりたいならこれをやめましょうということで、絵が上手くなりたいと思ってたくさん練習しても何度描いても何度描いても成長できていない感じがするな。どこが悪いんだろう。もう何度考えてもわからんっていうことってね、どうしてもあると思うんですよ。こんなこと言ってる僕もですね、特に10代20代の頃は何も考えてないアホでしたから、自分が一向に上達できないことについてずっと悩んでいました。自分は絵の才能ないのかななんて落ち込んだこともありました。でもね、はっきり言います。才能なんて関係ありません。はい。絵の上達についてはね、ここを考えてっていう考え方のコツがあるんですよ。実はそこさえ抑えられていれば、絵ってね、ぐんぐん上手くなっちゃうんです。いや、マジで。なので今回は、絵がなかなか上手くならない人は、どこを意識できていないのか。そしてね、ここ大事です。それを踏まえた上で、じゃあどこの部分を意識して、どう取り組めばいいのか分かりやすく解説してしまいます。この動画を見ていただければ、私、才能なんてなかったんだ。だって全然上手くならないんだもん。そんなお悩みを吹っ飛ばして、うわぁ、私描けば描くほど成長してる。やばくない？私天才かも。そんな、やるだけどんどん伸びるような絵の成長期を感じていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。ひねりを意識できていない人。絵が上手くなりにくい人はこんな人。最初に紹介するのは、ひねりを意識できていない人です。これについてはね、もう絵を見せた方が早いと思うので、まずはこの絵をご覧ください。とてもね、バランスは整えられていて、不自然さは感じない絵ですが、どことなくね、ポーズがぎこちなくて、なんだか硬い絵に見えてしまいますよね。では、どこをどう直すと、この絵が柔らかくて自然なポーズになるのかというと、修正した結果を見れば一目瞭然でわかると思います。はい、こちら。どうでしょう？ポーズはさっきと同じですが、今度はポーズが柔らかく、自然なポーズになったと思います。なぜ同じようなポーズなのに、このような違いが生まれるのかというと、その原因が、ひねりを意識できていないからなんです。ひねりって何？って思った人もいるかもしれませんが、例えば頭と肩の関係を見てください。この2つの図に体の正中線が分かる補助線を引いてみましょう。そうするとこんな感じ。どうでしょう？ぎこちないポーズの方は頭と肩がそれぞれ正面を向いているのに対して、柔らかいポーズの方は頭と肩の正中線が正面を向いていません。そしてここに注目してほしいんですけど、顔と肩の正中線の向きです。顔の正中線の向きを考えると、顔の方向はこちらを向いていると考えられますが、一方で胸の正中線を考えるとこっちを向いていますよね。このように顔や体、そして腕や足などそれぞれの正中線の向きがずれて違った方向を向いていることをひねりと言います。細かいところも見ていくなら、このピースサインすらひねりを加えることもできます。変更前は人差し指と中指の方向が一緒でしたが、変更後はほら、それぞれの指が向いている方向がずれていますよね。顔と肩はね、非常に分かりやすい部分なので、そこだけを意識できていれば、とりあえずは柔らかい印象を作り出すことはできますが、こんなね、細部のひねりも意識できれば、さらに躍動感を感じるポーズを描き出すことができちゃうんです。さあ、もう一例見ていきましょうか。まずは硬いポーズから。皆さんだったらこのポーズどのように柔らかくしますか？ぜひ想像しながら見てみてください。僕の場合には例えばこうでしょうか。首の傾き、そして体の傾きが追加され、ひねりが意識されました。そしてそれによって右肩と左肩にも前後関係が生まれて、迫力のあるポーズに生まれ変わったと思います。ポイントなのはこちらについても顔の向きと肩の向きについてです。例えばね、同じように顔と体を回転させた絵でも、このように顔と体がそれぞれ正面を向いてしまっている場合、それほどね、自然な柔らかさって生まれません。それをこのように若干傾きを加えて、顔と体がそれぞれ別の傾きを持つように、正中線の上下の向きも意識できると、さらにポーズに自然なひねりを加えることができるようになるんです。ただね、ちょっとここで注意したいことがあります。よーし、ひねりを加えればいいのね。じゃあ思い切ってこうしちゃおうって思ってこんな絵を描いたとします。いかがでしょうか？
確かにね、さっき言ったように顔の正中線の向き、そして体の正中線の向き、そして腕の前後関係まで含めてそれぞれ傾きが加えられているので、理屈的には柔らかくて自然な動きになるはずなんですが、でもね、いやもうこれ人間じゃねえだろっていうぐらいちぐはぐな動きになっちゃってますよね単純に怖いよ。はい、ということで最後に注意したいのは、あくまで人間を描いているんだっていうことは忘れないようにしようってことです。人間の関節にはね、当然可動域が存在します。それを超えてひねりを加えてしまうと、柔らかさを飛び越えて怖い絵になっちゃいます。まあね、こんなことって当たり前といえば当たり前なんですが、いやでもね、本気で絵に取り組んでいると、絵以外の部分が頭からすっぽりと抜け落ちてしまって、当然そうだよねっていうことも忘れてしまう場合があります。自然なひねりってどの程度の可動域なんだろうっていうのを知るためには、はい、もうこれね、お分かりですよね。はい、このようにですね、ある程度描きたいポーズが決まったら、もうその時点でそのポーズを実際に自分の体で体現して写真に撮ってみるのがおすすめです。実際にやってみてそのポーズを自然に体現できれば、それは自然なひねりですし、無理ってなればそれは不自然なひねりのポーズになります。まあね、写真を撮ろうっていうのは何度も何度も言ってきたことなので、ちょっとね、聞き飽きている人もいるかもしれませんが、実はこういう自然なひねりを知るためっていう裏の意味も隠されているんですよ。これね、結構深いでしょ。まあちょっとここまではね、最初から全部意識するっていうのは難しいかもしれませんが、最終的には意識できるようになると、さらに絵が上達できると思います。ポーズにひねりを加えること、ぜひ意識してみてくださいね。線が薄い人。はい、次に紹介するのは単純にね、もったいないなって思うことなんですが、これはシンプルに線が薄い人です。はい、さっき紹介したポーズについては結構ね、意識するのが構造的な部分なので、実践するにしても練習が必要な感じはあるんですが、これに関してはね、もうすぐに取り入れられる超実践的なポイントなので、集中して聞いてくださいね。例えばこの絵を見てください。まあね、ちょっと自分で言うのもあれなんですが、色を塗っていないまでもインパクトがあって良い線画なんじゃないでしょうか。ですがこの絵をこうしたらどうでしょう。なんかちょっと印象が薄くなっちゃったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。その理由は単純です。線が薄くなったからですね。分かりやすいように2つの絵を並べて見比べてみましょうか。左が完成状態、右が薄くした状態です。はい、こうして見ると一目瞭然ですよね。もちろんね、色でフォローすることもできますし、そもそも淡い感じのイラストにしたい場合にはその限りではないんですが、そうではない場合、特にパッと見た瞬間にインパクトを与えたいっていう人にとっては、できるだけ線が太い部分を作ってあげると絵の印象が強くなるのでおすすめです。でもね、ここまで聞いてこう思った人もいるかもしれません。線を太くするのが効果的なのは分かったんだけど、じゃあ実際にどこ太くすればいいの？全部同じように太くすればいいってわけじゃないんでしょ？はい、おっしゃる通りです。線を太くすると効果的な箇所がそれぞれあります。一応ね、あらかじめ言っておくんですが、第1段階としてはこの状態で全然いいと思うんです。まずは全体にペン入れをして、一旦この状態にしてからですね、これにプラスして線をさらに太くすると効果的な部分があるんですよ。それはここ、一番外の輪郭、パーツの区切りの線、まぶた、物と物が接地しているところです。言葉だけだと伝わらないと思うのでね、順番に太くしていって効果を確かめていきましょう。まず一番外側の輪郭線です。ここを太くしてみましょう。はい、多分ですね、ここが一番パッと見の効果が高い部分です。輪郭を太くすることで絵全体のインパクトがぐぐっとアップして、目に入りにくい絵から目に入りやすい絵にすることができます。この効果は絶大で、例えばね、僕の動画のサムネなんかも実はよく見てみると、僕の写真の輪郭線、ここ実はね、線で強調しているんですよね。もしね、今から言うこと全部実践するのはちょっと難しいなっていう人は、輪郭線の強調、ここだけ意識するだけでもかなり効果が実感できると思います。そして次にパーツの区切り線ですね、適用するとこんな感じになります。これもかなり効果が高くて、絵がパッと見で見やすくなる効果があります。変更前はそれぞれの線が同じ太さで描かれていて、ちょっとね、ごちゃごちゃしている状態でした。ですがパーツごとに区切り線を太くしたことで、なんとなくすっきりして見やすくなったのがお分かりいただけると思います。なぜこのように感じられるようになったかというと、理由はですね、情報
が整理されたからです。パーツごとの区切り線を太くしたことで、ここは手ですよ、ここは顔ですよってね、大枠の情報がパッと見て分かりやすく整理された状態になったっていうことです。これはですね、文章に例えるなら見出しをつけることに当たります。文章でもね、読みやすくするために大見出しとか小見出しとかをつけて、この文章が何のことについて書かれているのかをパッと見で分かりやすくするじゃないですか。絵もね、それと一緒です。絵の場合には各パーツごとの線を太くすることで、文章でいうところの見出しをつけて書かれている情報をパッと見で分かりやすくすることができるんです。そして次がまぶた。早速まぶたの線を太くしてみましょう。すると、はいどうも。これは分かりやすいですよね。キャラクターの命は目です。その目力をアップするのはもちろん黒目もあるんですが、一番インパクトをアップできるのって実はね、まぶたなんです。まぶたの線を太くすることでキャラの目に目力が宿ってより生きているような生命感をアップすることができます。これはぜひ実践したいところですね。そして最後に物と物が接地しているところ、線を太くしてみましょう。そうするとこうなります。これは例えばですね、顎下とか、あとは服と服の接地面とか、そういう部分の線を少しだけ濃くするっていうことなんですが、これ何を表現しているのか分かりますか？これはですね、要するに影です。影を線に含ませることによって線のインパクトを増すと同時に陰影の表現も同時にやっちゃうっていう、そういうね、欲張りプランなんですよ。でもちょっとここは細かい部分なのと、場合によっては線で表現せずに色で表現してもいい部分なので、これについては自分の絵柄によって取り入れるのか取り入れないのか決めても大丈夫です。線の調整前、最初の状態と、そして最後の調整後の状態、もう一度見比べてみるとインパクトにこんなにも違いが生まれます。僕はよくね、線の太さのことを塩加減に例えて表現するんですが、プロの料理人ってですね、しょっぱいって感じるギリギリのところまで塩を入れることを目標にするらしいんですよ。それは塩を限界まで入れることで美味しさを限界まで引き出すことが目的らしいんです。料理に塩が足りていないと、体にはねいいのかもしれませんが、味にインパクトがなくなってしまってなんか食べた気がしない料理になってしまうっていうことらしいんですが、絵もねこれに似ています。線が細すぎると絵にインパクトが足りずに薄味な絵になってしまいますし、逆に線が太すぎると塩気がきつすぎてしょっぱすぎる絵になってしまうってわけです。しょっぱくなるギリギリのところまで線を太くしてあげることで、あなたの表現が持つ美味しさを限界まで引き出す効果があると思います。上達しないなって悩んでる人、もしかしたら単純に線の太さの問題かもしれません。まずはここを疑ってみることは効果の高いやり方だと思います。何のために上手くなりたいのか自分で分かっていない人、そして最後に紹介する絵が上手くなりにくい人はこんな人。3つ目は何のために上手くなりたいのか自分で分かっていない人です。はい、ちょっとね身も蓋もない話になってしまうんですが、実はねこういう人が一番多い印象があるんですよ。一口にね、絵の上手さって言っても実はいろいろな上手さがあります。今日紹介した上手さはキャラクターを描くときに役立つ上手さに絞ってお伝えしましたが、じゃあ背景を描くときにどんな上手さがあるのかって、そこにはまた違った上手さが存在するはずなんですよ。キャラが上手くなりたい人と背景が上手くなりたい人、言葉にすればどっちも絵が上手くなりたいっていうことになるかもしれませんが、実際に意識すべきポイントってそれぞれ違ったポイントだと思います。そこを無視してとにかく絵が上手くなりたいというキーワードをもとに情報をのべつ幕なしに摂取していってもですね、実は絵ってあんまり上手くはなれないんですね。じゃあどうすればいいのかっていうと、大事なことはこれはもう一言、自分がどうなりたいのかを一旦はっきりと明確化することです。ちいかわやすみっこ暮らしみたいなホッとするような可愛いキャラクターを生み出せる自分になりたい。チェーンソーマンみたいに尖ってかっこいい漫画を生み出せるようになりたい。ブルーアーカイブに登場するような可愛くて透明感のある女の子が生み出せる自分になりたい。そういう具体的な目標をはっきりさせるだけで、目指すべき目的地が自分の中で明らかになり、自分にとっての上達がどういうものなのか自分でちゃんと意識できて、そして取捨選択することができるようになるんです。だってね、考えてみてください。ちいかわやすみっこ暮らしのようなほんわかしたキャラクターイラストが上手くなりたいのに、さっき僕が紹介したようなテクニックや上達法必要だと思
思いますか？まあね、あっても困らないとは思いますが、それよりも優先度が高いことっていくらでもありそうですよね。ひょっとしたらね、絵の上達ではなくて、どんなことにみんなが疲れていて、どんなことにみんなが癒しを感じるのか、そういうみんなが抱えている悩みや不安をキャッチできる認知能力だったり、それを嫌味なくふわっと外に出せる人間性みたいなことを育てることが、そういう絵で成功するためには必要なことかもしれません。そう考えると必ずしも全ての人にとって絵が上手くなる必要性って必ずしもね、ないんですよ。今は情報が溢れ返っている世の中です。いろいろな上達法、いろいろな方法論がたくさん提供されていて、どの上達法が正しいんだろうってね、混乱している人も少なくないと思うんですよ。そんな時には一旦立ち止まってみて、冷静に自分に問いかけてみてください。私ってどこに行きたかったんだっけ？どんな自分になりたかったんだっけ？って具体的にどんな自分になりたいのか、目的地が分かっていれば道に迷うことはぐっと少なくなります。そんなあなたに今必要な上達法も、あ、これは私に必要なやつだ、あ、これは逆に私にはいらないな、おのずと自分で判別がつくようになると思います。情報の森に迷い込んでしまって迷子にならないために、自分が何のために絵が上手くなる必要があったのか、自分に問いかけてみてほしいです。きっとあなた自身の成長の道しるべになるはずだと思います。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回は絵が上達しない人がついついやってしまうことについてお伝えしましたが、いや、これは絵は上手いはずなんだよ。だけど SNS の発信の仕方が分かんなくて、いまいちうまく俺の絵の良さが伝わってないと思うんだよね。だからうまく評価が獲得できていない状態なんだよな。そこんとこうまく教えてほしいよっていう人も少なくないと思うんですよ。はい、わかります。実際そういう人はかなり多い印象ですね。でね、僕が見る限りにおいてそういう人ってある特徴があるんですよ。 SNS の発信がうまくない人ってね、見ている人を A 地点から B 地点に連れていくっていう意識がまるっきり欠如してるんですよね。そのせいでいいねもリツイートもされずにフォロワーが増えないんです。はい、A 地点から B 地点に連れていく。まあこの時点では何のことなのかさっぱりだと思うんですが、それについて詳しく解説した動画、完全解説、いいねされる絵作りの考え方、見た人を〇〇に連れていくがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。